まるでカバン一つで旅立つような気安さで、あの日、先生は肉体の持つ質量さえも手放してしまったのだろうか。惑星の重力から解き放たれ、今や彼女の全存在は小さな壺の中にすっぽりと収まっている。だが、お経が唱えられる間も、お焼香が上げられる間も、こうして灰にされた時さえ、弔いの席には終始和やかな空気が漂っていた。若くして亡くなった人には珍しい、きっと個人の家柄を表しているのでしょうと。葬儀社の人たちまで胸をなで下ろしていたのが印象に残っている。このあっけなさが実に先生らしい。そう思う一方で、俺は物足りなさのようなものを感じていた。だがそれを口にするのはかえって不謹慎な気がして、レモン風味の炭酸水とともに強引に喉の奥へと流し込んでやる。恩師の葬儀をめちゃくちゃにしない程度には、俺ももう良識ある大人というやつになっていた。だからだろう。先生の娘だというその子がそっと姿を消したとき、なんとなく気持ちがわかるように思えてしまったのは。常闇の中では浜辺を洗う波の音さえどこか遠慮がちに響くものらしい。生まれたての夜は夕暮れの香りを残して群青に染まり、ポツポツと浮かぶ孤独な星たちはささやかな明かりを地上へ滴り落としている。少女はたった一人で暗い海に向かって立ち、長い髪をうつむかせたまま小さな握り拳をやるせなく震わせていた。まったくこんなところに幼い女の子がたった一人でいるなんて、あまりに寂しい光景だ。あ、昔先生と写生に来た海もこんな感じだったな。振り返った少女の目に涙はなかった。それが意外で、俺はかえってひるんでしまう。とんだおせっかいをしたのではないかと照れくさくなったのだ。いや、邪魔したな。俺はその先生、つまり君のお母さんから絵を習っていたものだ。先生？お母さんが？おそらくこの時はさきもまだ先生が残したという日記を見ていなかったんだろう。不思議そうにする彼女の前で、俺はついペラペラと先生との思い出を語ってしまった。だが俺はよほど動揺していたらしく、少女の顔がますます暗くなっていくことにさえ気づかなかったんだからな。私、お母さんのこと何も知らないんです。私のお母さんなのに、私が幼い頃に出て行ったことしか。もちろんこの時だって彼女は十分すぎるくらい幼かった。幼い頃なんて言葉は、到底に使わしくないほどに。けど言葉遣いには早くも大人びたものが備わりつつあり、俺はなんだか胸を締め付けられるような思いがした。でもみんな、お母さんは明るい人だったって、笑って送り出して欲しがってるんだから、泣かないで前を向いてあげてねって。なのに、おかしいんです。みんなの方がずっとお母さんのことを知ってるはずなのに、私はうまく笑えなくて我慢してるのに、何度も涙が出そうになって、お母さんのこと何も知らないくせに、今まで何もお母さんに何もしてあげてないくせに。この子は泣くために出てきたんじゃない。俺はようやくそのことに気がついた。
握りしめた小さな拳は涙をこらえるためのものだったのか。俺はその子供らしい誠実さに胸打たれる思いがした。それは大人になるといつの間にか失われてしまう類の美しい感情だった。泣いていいのは本当に、親しかったものだけと一途に決めつけ、この子は生真面目にも母親のことさえ知らずに育った自分を責めているのだ。だが無理に抑え込んだ悲しみは凝縮され、その透き通るほどの純粋さによって光り輝きながら、少女は内面から来る美を全身にまとっていた。確かに和やかな葬儀はいい雰囲気だったかもしれない。涙を流す人など少なければ少ないほどいい。だが本来人の死は悲しむべきものなんだ。時には涙を必要とする人だっている。だって悲しみさえもこんなにも美しいのだから。なあ、少し俺の頼み事を聞いてもらえないか？ええ。あなたにはお母さんの話も聞かせてもらいましたし、私にできることなら。幸い先生のご実家にはたっぷりと画材が残されていた。俺は彼女の前にイーゼルを立てモデルになってもらえるよう頼んだのだ。実はこの時俺は長期のスランプに陥っていて、ほとんど絵が描けないような日が続いていた。だからキャンバスを前にこんなにも落ち着いている自分が不思議だった。達也くん、自分だけの美しいものは誰にも理解されなくてもいいものさ。久しぶりに先生の声が脳裏によみがえってくるのを感じ、書きたいという欲求が抑えきれないほどみなぎってきた。そこからの記憶はほとんどない。一心不乱に筆を走らせ、呼吸さえも忘れ果てながら、生命を削り取るほどに集中の深みへ沈み込んでいたためだ。俺は一気に作品を書き上げたのである。青い少女の肖像。これが私笑ってる？でも泣いている。悪いが想像で書かせてもらった。君のお母さんの笑顔はまだ頭の中のスケッチブックにしっかり刻み込まれているからね。だから君もこんな風に笑えるはずだと。お兄さん？これも君のお母さんから教わった。いい絵には一瞬と永遠が同じところにある。感情のように形のないものはいつか空気に溶けて消えてしまう。一瞬のうちに浮かび上がって消える小さな泡のようなものなんだ。でもこのキャンバスの中では永遠になる。記憶はやがて薄れていき、悲しみさえもいつかは忘れ去っていく。これでもいいのだ。君がお母さんに抱いていた幼い愛情はここにちゃんと閉じ込めておいたから。重荷を抱えることはない。その悲しみはいつでもここから取り出すことができる。だからどうか強く羽ばたいていってほしい。自由に。けれどふと不安になる。幼いこの子にそこまで汲み取ってもらえるだろうか。正しく意図が伝わらないのではないか。俺はつい盗み見るように、先を振り返ってしまう。この絵、青い色で描かれてるせいか、笑顔なのにまるで泣いてもいいって言われてるみたい。だから悲しい。でも絵の中の私は笑っているから悲しいのに救いがあって、やっぱり優しい。やっぱりこの子は先生の娘らしい。一枚の絵からこんなに
いろんな感情が伝わってくるなんて、こんなの、こんな気持ち初めてで、私こんなに胸がいっぱいになるなんて。絵に込めた思いは悲しみでも優しさでもない。祈りなんだ。祈り？ああ、祈りっていうのは救われるためにするもんだろう。どうせ涙を流すなら救われるために泣きなさい。救われるための涙なら誰も咎めやしないさ。お母さんだってきっと君に救われてほしいはずだから。お兄さん、私ついに限界というように少女の顔がくしゃりと歪む。喉の奥につっかえていた重たいものを吐き出すように顎を突き上げ、そこからうなるような声が漏れてきた。それでも力いっぱい瞳を閉じ、懸命にも熱いものが溢れ出すのをせき止めているようだった。本当にいいんですか？私、本当に泣いちゃいますよ。もう、我慢できないくらい、溢れ出そうになってて。言ったろう、俺は君のお母さんから絵を習ったんだ。こいつはきっと先生からのメッセージなんだ。だから思いっきり泣け。その涙が君を救ってくれる。お母さん、ようやく最初の一滴が溢れ出すと、大粒の涙が次から次へとこぼれ出し、それは夏の雨のように熱く激しく、滴り落ちていった。母親を知らずに育ったこの子はきっと泣きたい時に泣けないことも多かったのではないか。人知れず拳を握りしめていたのもこの日だけのことではなかったんだろう。たった一人ずっと声なき、同行だったっけを上げてきたのだ。俺はそっとこれ以上わずかにもこの子を傷つけてしまわないよう、本当にそっとこの子の頭を撫でてやる。この絵は君に送るよ。絵の具が乾くだけでも1ヶ月くらいはかかるし、ちゃんと仕上げもしたいから少し時間はかかってしまうかもしれないが、君が泣きたいとき、いつでも涙を流せるように、どうしても涙をこらえなきゃいけないとき、代わりにこいつが泣いてくれるように。この絵が君の救いになるようにしたいんだ。受け取ってくれないか、サキ。ありがとうございます、お兄さん。ありがとう。ありがとう。いつこいつがサキって名前を知った？俺の見逃し？俺の見逃しかな？いつこれがサキだって初めて会ったんやろ、この日。葬儀の日に初めて会ったんやろ。なのに名前がサキってのを知っとるっていうのは、どうした？ああ、そっか。今の達也が入っとる。それはどうだろう。今の達也が入っとるんかな。夢だしな。記憶と夢が合体しとる感じか。あれ、いつ知ったっけ？俺見逃しとったっけ？忘れとるだけ？前にもそんな描写があったけど、そこで名前はサキというらしいみたいなことって話しとったっけ？あれ？記憶飛んだ。だから結論だけ言えば、俺は強引にでもその場で絵を仕上げてしまうべきだった。そうすればきっと俺とサキの間にある思い出は清いままでいられた。
互いに相手から恨まれているのではないかと疑心暗鬼になることもなかったに違いない。だがもちろん実際にはそうならなかった。つい欲が出てしまったんだろう。この絵を当時根城にしていたニューヨークのアトリエへ持ち込み、俺は持てる力の全てを使ってこの作品を思考の領域にまで昇華させようとしたのだ。正直自分の作品にこれほどの高みを感じたのは初めての経験だった。誰も知らない新たな美の地平を切り開いていく感覚は例えようのないほど美しく、我を忘れるほどにのめり込んでいったのだ。ほん。デタディーラ。俺から最低限の警戒心さえ失わせるほどに。ほん。まあセーブします。セーブ。よし、3人誰にしよっかな。まあ1個ずついきましょうか。シュキピ。夜更かしはお肌の大敵だよ、たっちゃん先生。失礼。買ってきた缶コーヒーを机に置いて眠気に耐えながら棚を整理していたら、朝から騒がしいのがやってきた。俺の肌ツヤを気にするようなやつは多分学校でもイロハだけだろうな。男の人の目のクマとか結構好きだけどね。でも寝不足はかわいそう。そうだ、膝枕でもしてあげよっか。こんなとこ誰かに見られたら終わりだ。お膝じゃ不満？じゃあ胸枕の方がいい？胸？何？振り返るとイロハがすぐそばにいて、視線が谷間に引き寄せられてしまった。うりうり。こちらの反応に気づいたイロハが調子に乗って再び距離を詰めてくる気配を見せたので、俺は隣の棚まで距離を空けた。間合いを測り損ねた武士の気分だ。だが致し方なし。気をつけよ、女の胸は飛び道具。どうして逃げるかな。こんな俺にも守りたいものがある。うちのミサオとか？たっちゃん先生は生徒思いだね。いや、プライドとか体裁とか。どうでもよくない？あとは教員免許が。ああ、それは大切だね。分かったら胸を引っ込めてくれ。胸は勝手に出てくるものっしょ？身体的成長の話はしていない。そもそも胸枕って何なんだよ。だからこの谷間にポーンって顔を埋めて寝るの。寝るだけだよ。変なことは考えちゃダメ。無茶な。教師だって男だぞ。なあ、赤ん坊じゃあるまいし。そうかな。でも大人だってさ、母の胸に眠るとか言うっしょ。男の人ってそういうものじゃないの？うちのお胸ならきっとめちゃ安眠できると思うんだよね。それはそうかもしれない。この雄大で柔らかな膨らみのうちに顔を埋めて、人肌のぬくもりの中で目をつむることができるとしたら、一瞬で心地いい眠りに導かれるような気がする。いや、年下の、しかも生徒の誘いに惑わされるな。寝不足で理性がそがれているのか？そこまで考えたところで、イロハがいたずらな表情で一歩迫ってくる。合わせて俺も一歩下がった。それがし、すでにその暗記の間合いは見切っている。寝る前に読んだ小説のノリに若干引っ張られつつ、つい得意顔になっていたら、イロハの表情が曇った。なんで逃げるの？
いや、だからな、俺にも守りたいものが。そんな風に避けられるとうちだって傷つくな。ああ、すまん。今のは教師にあるまじき態度だったかも。いや、すきやりおい。いろは急接近。たちまち教師と生徒の適切な間合いは失われる。少女は俺の腕をその豊満な膨らみで自分の領域の内側に包み込むようにして無邪気に勝ち誇った顔をするが、その勢いのままイロハが体勢を崩した。互いの顔面が急接近したところで、ようやく俺はイロハの体を支え転倒を防いだ。あっべ、大丈夫か？支える俺にしがみついていたイロハが顔を真っ赤にして俺の元から飛びのいた。ごめんね。ここまでする気はなかったんだけど。でもラッキーだったでしょ？何がラッキーだ。それより怪我はないか？足首はどこか打ったり痛みを感じないか？大丈夫。どこも痛くない。てか反則だよそれ。イロハに顔を背けながら抗議された。しかし文句の言いたいのはこちらの方だ。あまり大人をからかうんじゃない。次はもうちょっとうまくやるね。ぶつかってチューとか少女漫画みたいだけど、歯がぶつかったりして痛そうだし。そういや、そういうことじゃなくてだ。そういうことじゃなくてだ。まず室内では走らないこと、それから、小学生にするようなお説教の中でふと気づく。陰鬱な眠気はどこかに吹っ飛んでいた。お、次行こうか。頭痛え。深酒してそのまま入眠。その結果がこの二日酔いだ。でもまあ、眠れただけマシってもんだ。自販機で買った缶コーヒーのプルタブを引き、中身の冷たい液体を、すするようにして飲む。うわぁ、ようやく口に逃がし。まるでビールみたいな飲み方をするんですね。横を向くとちょうどサキが登校してきたところだった。大きな荷物を抱えたり背負ったりしている。どういうことよ。そうか、サキはビール派か。飲みませんよ。飲んだことないです。そんなに焦るなよ。ただの冗談だ。おはようございます。おはよう。そう言って肘の先だけでプラプラと手を振ってやる。俺なりに親愛の意味を込めた挨拶だったのだが、サキはそこから動かずに俺のことを見ていた。どうしたんだ？いえ、よくそんな苦いのが飲めるなって。大人になると甘く感じるようになるんだ。そうなんですか？もちろん嘘だ。そんなに睨むな。睨んでません。真実を見つめようとしただけです。意味あいげに意味のないことを言う。多分騙されたのが悔しかったんだろう。美味しいです？味はどうでもいい。ただの酔いさましだからな。胃に悪そうです。かもしれない。お父さんが二日酔いにはスポーツドリンクだとかトマトジュースが効くって言ってた気がします。らしいな。生活態度を改める気はなさそうですね。心配するな。お前たちに迷惑はかけない。別にそういう話をしているわけでは。まだ用事があるのか？先生のお仕事って儲かるんですか？
画家よりも。さあな、俺はただ今できることをしているだけだ。かつての瞬間最大風速を語るのも虚しくてそう伝えた。賢い先ならその意味はわかるだろう。どんなに稼いでいようと全ては過去の栄光に過ぎない。あんな絵が描けるのに、一番できることをしたらいいのに。俺は少女のその言葉、おそらく最初からそれを言いたくてここに居座っていたのだろうを無視し、サキを指さした。サキを指した。正確にはその荷物だ。それ重くないのか？とっても重いです。ずっと忘れていたのに先生に言われて思い出しました。え？あまりの重さにくじけそうなので失礼します。それではまた後ほど。サキはそのくじけそうなほど重い荷物ごと一礼すると、俺が手伝いを申し出る間もなくこの場から去っていく。繊細なのか鈍感なのか、サキの背中からなかなか目を離すことができなかった。久しぶりの登場だな。頭がガンガンするな。寝不足か酒に酔っとるだけやねんよ。さすがに深酒が過ぎたか。とてもじゃないが、聖職者なんて名乗る資格もない。聖職者？教職者じゃないかな。あら、ひどい顔をしているわね。夕べ老いたが過ぎたのかしら。昨夜か。先生の物言いじゃないな、それは。じゃあ学生の物言いじゃないな、それは。まあ事実だが。まずいところを見られたか。しかしまあごまかしてもしょうがない。ご心痛お察しするわ。そりゃどうもありがたくて涙が出るな。先に引っ張り出された過去のことを言っているのだろう。言いながら楽しそうな表情をしているのが何とも嫌味だが。二日酔いにはスポドリが効くらしいわね。俗説によるとだけど。スポドリか。ああ、自販機にあったかな。まあ実際は何でもいいんだよね、これって。とにかく水を飲むこと。水をいっぱい飲んで、なんなら水道水でもいいわけよ。水をいっぱい飲んで、おしっことして、血液の濃度とか、あとおしっこいっぱい出すことによって、もうアルコールを抜こうっていう話だから、そんなに、何がいいとか、良くないとか、そういうあれはないんだよね。逆に言えば、スポーツドリンクばっかガブガブ飲んどると、内臓に負担がかかる。肝臓とかさ、そういうところの、その、解毒の作用が働くから、ただでさえアルコールで弱ったりとか、ね、大変なことになっとるのに、そこにまた肝臓を使うような、ものが起こると、肝臓には良くないから、アルコールは抜けるかもしれんけどね。とりあえずこの頭痛が収まってくれるなら、今は悪魔の持ってきた怪しい薬でも一気飲みできるぞ。ほんと、教師らしくないわね。きびすを返してのたのたと自販機に向かって足を進めると、楽しそうな顔をして昨夜もついてくる。スポーツドリンクを一気に飲み干したのなんて子供の頃の部活帰り以来じゃないだろうか。先生の場合、もうスポドリを飲み干しても酔っ払いが缶チューハイを開けるのと見た目が変わらないわね。まあ言われるんじゃないかとは思っていたが。らしさの問題はまあ置いておくにしても、もう少し教師らしく振る舞うってのはあってもいいのかもしれないわね。正直昨夜以外の生徒たちの前ではそれなりに振る舞っているつもりだが、いやだからこそ昨夜に文句を言われるんだろうが。そうは言ってもな、自分より頭のいいやつに一体何を教えるって言うんだ。出来のいい生徒と言われてるって、そう思っておくわ。そう言ってるからな。どうにも昨夜を相手にすると、
教師らしさってものに欠けるよな、俺は。先生というのは先に生まれると書くのよ。学問以外も教える立場にいるんじゃないかしら。人生経験なり人の道なりを解いてみるっていうのはどうかしらね。そりゃ全くだ。お説ごもっともではあるんだがな。いえいえ、私のような下船のものの人生経験なんぞ、輝ける人生を送ってらっしゃる方にはね。そう言って俺は両手を上げて降参すると、そこで初めて昨夜の表情が固まった。ダメだな、さすがにこの物言いはないか。そういう卑屈はへりくだりとは違うのよ、先生。そうだな、すまなかった。反省することにする。そうね。真摯に反省をしてほしいところかしら。言葉尻にかすかなトゲがある。本当に怒られせたみたいだな。本当の人生の落語者というのはこんな甘っちょろい生活はしていないものよ、先生。呆れたという感じの冷たい視線で酒井は俺を一別する。彼女自身かなり激しい性格をしているし、だからこそそれをある程度他者にも求めてしまうんだろうが、そうは言ってもな、ここでそうか分かった僕頑張るよってお目目をキラキラさせたって信憑性がない。素直になるのが恥ずかしくてひねくれた態度を取るというのはハードボイルドなんかと違って格好の悪いことよ、先生。どっちにしろ格好悪いなら別に今更取り繕ってもしょうがないだろう。開き直ったわね。そんなことをやっているうちにスポーツドリンクが効いたのか少しだけ頭痛が薄らいできた。難しいことはとりあえず二日酔いが治ってから考えることにするよ。サンキューな、昨夜。これ結構効くな。豆知識ってやつだな。空になったスポドリの缶を振ると、昨夜は小さくため息をついた。聞いたならそれはまあ良かったんじゃないの。あれ、ちょっと顔が赤くなったな。どうにも俺には昨夜の勘どころがよくわからないが。まあせいぜい二日酔いお大事にね。昨夜は投げやりに俺に向かって手をひらひらさせると、そのままどこかへ行ってしまった。やれやれ、怒らせたか。そうは言っても昨夜に言われたからといって「はいわかりました」とボタン一つで前向きになれるわけでもない。今日のところは昨夜の豆知識に感謝しつつ、真人間になるべく真面目に努力するってことで勘弁してもらうしかないだろうな。